赤ずきんちゃん。むかしむかしあるところにとてもかわいらしい女の子がいました。ある時、その女の子のおばあさんが赤いビロードの切れで女の子のかぶる頭巾を作ってくれました。その頭巾が女の子にとても似合っていたので、みんなは女の子のことを赤ずきんと呼ぶようになりました。ある日のこと、お母さんは赤ずきんを呼んで言いました。赤ずきんや、おばあさんがご病気になってしまったのよ。おばあさんはお前をとっても可愛がってくださったのだから、お見舞いに行ってあげなさい。きっと喜んでくださるから。はい、お母さん。それじゃあ、このケーキと上等なぶどう酒を1本持っておいき。赤ずきんがおばあさんのところへ一人で行くのは初めてのことだったので、お母さんは心配でたまりません。でもお母さんには用事があって一緒に行けないのです。いいですか、途中で道草をしてはいけませんよ。それから狼に用心するのですよ。狼はどんな悪いことをするかわからないから、話しかけられても知らん顔しているのですよ。はい、お母さん、大丈夫よ。赤ずきんはお母さんを安心させるように元気よく、行ってきますと言って出かけていきました。おばあさんの家はここから歩いて30分ぐらいかかる森の中にありました。その日はとても天気の良い日で、赤ずきんがスキップしながら歩いていると、そこへ狼が現れたのです。こんにちは、赤いずきんがかわいい赤ずきんちゃん。狼はニコニコしながら赤ずきんに話しかけました。赤ずきんはお母さんに言われたことを思い出しましたが、動物好きの赤ずきんにはニコニコしている狼が悪い動物には見えません。こんにちは、狼さん。赤ずきんが返事をしてくれたので、狼はにやりと笑うと尋ねました。赤ずきんちゃん、今からどこへ行くの？たった一人で。あのね、おばあさんのお家よ。おばあさんがご病気だからお見舞いに行くの。そうかい、それは偉いね。おや、そのバスケットの中には何が入っているのかな？ケーキとぶどう酒よ。おばあさんのご病気が早く良くなるように持ってきたの。なるほど。それでどこだい？おばあさんのお家は。森のずっと奥の方よ。ここからなら歩いて15分くらいかかるわ。15分か。狼はちょっと考えました。ばあさんの家を探してばあさんを食べてしまうにはもう少し時間がいるな。よし。赤ずきんちゃん、おばあさんの家に行く前に周りを見てごらんよ。こんなにきれいに花が咲いているし、小鳥は歌っているよ。せっかくだから楽しく遊びながら行ったらどうかな。例えば花を摘むとか。赤ずきんは狼の言う通りだと思いました。花を摘んで持っていけばおばあさんはきっと喜んでくれるに違いありません。そうね、狼さん、あなたの言う通りだわ。あたし、お花を摘みながら行くわ。赤ずきんは早速いろいろな花を探し始めました。さて、
赤ずきんと別れた狼はそのまままっすぐおばあさんの家へ行きました。トントンと戸を叩くと、はいはい、どなたかのというおばあさんの声がしました。狼は女の子のような声を出しました。赤ずきんよ、ケーキとぶどう酒を持ってきたの。開けてちょうだいな。それを聞いたおばあさんは嬉しそうな声で、おや、赤ずきんかい。さあさあ、鍵はかかってないから戸を押して入っておくれ。おばあさんは体が弱っていてベッドから起きられないからね。そうかい、じゃあ遠慮なしに。狼は戸を押し開けると、ベッドに寝ているおばあさんに飛びかかりました。狼は怖さのあまり気を失ってしまったおばあさんの着物と頭巾を取ると、あとはパクリとおばあさんを丸飲みにしてしまいました。それから狼はおばあさんの着物を着て、おばあさんの頭巾をかぶり、ベッドの中へ潜り込みました。その頃、赤ずきんはまだ鼻を取っていましたが、やがて手に持ちきれないほどたくさん取ってしまうと、やっとおばあさんの家へ行くことを思い出しました。そうだわ、急いで行きましょう。おばあさんの家に行ってみると、入り口の戸が開いていたので、赤ずきんは不思議に思いました。どうしたんだろう。おばあさんはいつも戸を閉めておくのに。赤ずきんが家の中へ入ると、いつもと違った変な匂いがするような気がしました。でもそれが狼の匂いだとは気がつきません。部屋の奥のベッドにはおばあさんが寝ています。こんにちは、おばあさん。赤ずきんが大きな声で挨拶しましたが、何の返事もありません。赤ずきんはベッドに近づきました。あら、おばあさんの様子が変。病気でこんなになってしまったのかしら。赤ずきんは思い切っておばあさんに尋ねてみました。おばあさん、おばあさんの耳はずいぶんと大きいのね。するとおばあさんに化けた狼が言いました。そうとも、お前の言うことがよく聞こえるようにね。それに目が大きくて光っている。なんだか怖いわ。怖がることはないよ。かわいいお前をよく見るためだから。それにおばあさんの手の大きいこと。おばあさんの手はこんなに大きかったかしら。そうだよ。大きくなくてはお前を抱いてあげることができないもの。それから何といってもその大きなお口。おばあさんのお口があんまり大きいのでびっくりしちゃったわ。そうとも、大きくなくてはお前を食べられないからさ。狼はそう言うと赤ずきんをパクリと飲み込んでしまいました。ああ、食った食った。ばあさんに女の子、二人も食って満腹だ。狼はすっかりお腹が大きくなったので、そのままいびきをかいて寝てしまいました。そこへいつもこの森で狩りをしている漁師が通りかかりました。おや、ばあさまがでっかいいびきをかいて寝ているぞ。いつもと様子が違うようだが、見てこよう。漁師が家の中へ入ってベッドに近寄ると、やや、これは狼ではないか。漁師は眠っている狼を鉄砲で殺してしまおうと思いましたが、もしかすると食べられたおばあさんが
お腹の中で生きているかもしれないと思って大きなハサミで狼のお腹をジョキジョキと切り始めました。するとまず赤い頭巾が見えました。そして女の子が飛び出しました。ああ、びっくりしたわ。狼のお腹の中って真っ暗なんですもの。その次におばあさんが狼のお腹からよっこらしょ、やれやれ、ひどい目にあったよと出てきました。おばあさんは寝たきりで動けなかったはずですが、狼に食べられたショックで病気がどこかへ吹き飛んでしまったのです。元気になったおばあさんは赤ずきんに言いました。赤ずきんや庭にある石をたくさん持ってきておくれ。この悪い狼を懲らしめてやらないとね。そして赤ずきんがたくさんの石を持ってくると、おばあさんは石を狼のお腹に詰め込んで、お腹を針と糸で縫い合わせました。さてしばらくした後、やっと目を覚ました狼は喉が渇いて近くの川に行きました。ああ、お腹が重い。少し食べ過ぎたかな。狼が川の水を飲もうとした途端、お腹の石の重さにバランスを崩して、狼はそのまま川にドボンと落ちてしまいました。悪い狼がいなくなってみんなは一安心です。ああ、怖かったわ。これからは二度と道草をしないわ。赤ずきんは自分に言い聞かせたのでした。おしまい。